のささやきの朗読やこれは私が小学校4年生で体験した出来事です。私の父は釣りが好きで、毎週日曜日は日が昇る前から釣りへ出かけていました。家から釣りをする海までは車で40分ほどかかります。私の家は山にあるので、山を下って川沿いを走り、トンネルを抜けてしばらく走ると海に着きます。父は帰宅すると、魚が釣れた日は釣りの話をしてくれるのですが、坊主だと妙な話をしてくるのです。いつも釣りに行く途中な。朝の4時頃かな。女の人と幼い子供がトンネルを抜けたあたりを歩いている姿を見かけるんだよ。多分親子なのかな。なんであんな時間に歩いているんだろう。父はただ不思議に思っていたのか、普通に話していましたが、私や家族は、それってもしかして、と恐怖に駆られていました。私は特に怖がりだったので、そういった話を聞いてしまうと、数日は頭から離れず、トイレに一人で行くことも無理でした。釣りには興味があったのですが、父が言っていたその場所には近づかないでおこうと心に決めていました。今度、一緒に釣り行ってみるかと、夏休みに父からそう言われたときは、嬉しさと同時にあの場所を通りたくない気持ちがありました。結局釣りの誘惑に負けた私は、父と釣りに行く約束をしたのです。当日、朝の3時に起こされて出発しました。まだ眠かった私は、また寝れば怖い場所もあっという間に通り過ぎると思い、父へ、着いたら起こして、とお願いをして目を閉じました。しかし車が進むにつれて目が冴えてしまい、我慢できなくなって恐る恐る目を開けてみると、そこはトンネルをちょうど通過したあたり、父が言っていたあの場所でした。あっという間もなく、私の目に飛び込んできたのは、公衆電話のボックスでした。そしてその方向に、髪の長い女性と幼い子供が、一緒に歩いているのを見てしまったのです。女性と子供は、腰のあたりから下がほとんど見えませんでした。全身がうっすらと霧がかかったかのように、はっきりとは認識できませんが、立体的で人ということは確実にわかりました。あまりの恐怖に声も出せず、私はまた目を閉じました。とその瞬間、車で私の隣に人が乗っている気配がしました。恐怖で頭がパニック状態になりますが、まるで満員電車で身動きが取れないような感覚になり、耐えきれなくなった私は目を開けてしまいました。すると私の隣には白く体が透けた大人がぴったりと私にくっついて座っていました。長い真っ黒の髪で顔は見えませんでしたが、さっきまで電話ボックスのあたりにいた女性だと直感しました。私は動かない体を必死に動かそうともがきます。やがて首がようやく動き、続いて全身が動きました。その時にはもう横には誰もおらず、パニックになっていた私は無意識に大泣きしてしまいました。父は驚いたようで車を止め、もうすぐ着くからね、と落ち着かせてくれて再出発しました。その後私は当然釣りどころではありませんでした。あまりの恐怖で平常心を失い、1週間くらいは無気力な日々を過ごし、両親にも心配をかけていました。この出来事のことは誰にも言えず、私も大人になりました。話をすると思い出してしまうのではないかと恐怖をしていましたが、こうして話ができたということは、時とともに少しだけ私の中で恐怖が和らいだのかもしれません。この体験は忘れることはありませんし、
あの道だけは通らないように今でも注意して生活しています。私は物心ついた時から幽霊が見えていました。幽霊ってそこら中に普通にいるんですよね。意識していないと生きている人間と区別がつかないほどです。唯一違う点は周囲と関わりがないところ。会話なんて到底できず、物理的に干渉することもありません。言うなれば人間の形をした空気がそこにあるなぁといった感じでしょうか。そんなんですから見えているとはいえ私も支障なく過ごすことができていました。私が通っていた中学校では昔、教室の窓から生徒が落下して亡くなったという事故があったそうです。真意のほどはわかりませんが、そういった噂がある場所には幽霊がいる確率が高い。小学校にもいて慣れていましたから、まあ何事もなくやり過ごせているだろうなと思っていました。私が初めてその教室へ入ると、やっぱりいました。やっぱりいるなぁと思いながら、その幽霊を何気なく見ていた時でした。その幽霊の顔がぐるっと急にこっちを向き、私と目が合いました。え、私のことを見ている？今までそんな経験はありませんから、私はびっくりして心臓が痛いくらいに脈打ちました。さらに恐ろしいことに、じりじりと私の方へ歩いてくるではありませんか。どうしよう、どうしよう。予測不能な事態でパニックとなった私は、その場にへたり込んでしまい、周囲の方の助けで保健室へ逃げて、そのまま早退しました。帰宅する途中、ふと後ろを振り返りました。するとなんと、その幽霊が私の後ろ、二つ目の電信柱のそばに立っていたのです。ついてきてる。走って息も途絶え途絶えで帰宅した私を見て、母は、どうしたの？と心配しています。ですが幽霊がついてきているなんて、どう説明すればいいのでしょう。私には幽霊が見えるなんて、誰にも話したことがありません。今まで無害だと思っていた幽霊が私に取り付くなんて、こんな時にどうすればよいのかわかるはずもありませんでした。幸いにも家の中でその幽霊と遭遇することはありませんでしたが、ろくに眠ることもできぬまま朝を迎えてしまいました。部屋を出て下へ降りると母が朝食を作っています。おはようと声をかけると、母は私を見るなりこう言いました。あなた、誰？え？と思ったのですが、次の瞬間には、ああ、ええか、おはよう、と言い普段通りの母でした。もしかして母も見えている？ですが朝は話をする余裕もなく、バタバタと準備をして学校へ向かいました。学校では例の幽霊が私の視界へと入ってきます。幸いにも私を見るだけで他は何もないのですが、それだけでもストレスがたまるものです。私は見えないふりを続けました。学校が終わり、ヘトヘトになって帰って玄関を開けると、そこには母が立っていました。そして開口一番に、あんた誰？とまた言うのです。誰って、私だよ。ただいま。すると母は、知ってる。おかえり。と返しました。もしや、と思った私は、夕食後に母に相談してみました。ねえお母さん、ひょっとして見えてる？しかし母は、何の話？
といった調子で話が通じませんでした。しかし何かピンときた私は、これは使えるのかもしれないと感じました。翌日から私につきまとう幽霊と目が合うたびに、あなたは誰？とつぶやいたり、思ったりするようにしました。最初は視界に入れるのも怖かった幽霊ですが、不思議とこの行為を繰り返すたびに恐怖にも薄れてきました。そしてある日、いつものように登校して幽霊と会ったとき、異変が起きました。幽霊が私の方を見なくなったのです。あの教室から移動もしなくなったようで、他の幽霊のように私が近くに来ても知らんぷり。いつもの平和な日常となりました。私が大人になる現在まで何人かの幽霊が私を認識してきました。その度にこの手法で幽霊に私への関心をなくさせることができています。幽霊について母と話をすることは今のところありません。ですが多分母も見えているのだろうと思うのです。暗に私へ幽霊への対処法を教えてくれたのだろうと私は今でも思っています。これは僕が小学校2年生の時、夏休みも終わりに近づいた頃の話です。僕は父と2人で海へ出かけました。とは言っても、海水浴に行ったわけではなく、仕事でついでに暇を持て余した僕がただついて行っただけです。用事を済ませ、帰り道の途中、カーナビを見ていた父が言いました。この先におすすめスポットがあるらしいぞ。父はカーナビでいろいろな場所を探すのが好きで、よく情報を調べていました。今回も何やら下調べをしていたようで、僕たちは車を降りてその場所へと向かいました。到着すると、そこは山間の小高い丘になっていて、展望台のような場所にベンチがいくつかありました。今でこそデートスポットになりそうだなぁと思いますが、当時の僕はまだ小学生です。何もないなぁと心では思いつつも、景色はよく見えますし、とても静かで落ち着いた雰囲気がありました。ベンチに座って一休みをしていると、不意に父が言いました。なあ、あそこにあるのって何だと思う？父は少し離れたところを指さして言いました。確かに何かがあるのは見えましたが、ここからでは距離がありすぎてはっきりとわかりません。気になるし、ちょっと行ってみるか？父はそう言って立ち上がり、また歩き出しました。僕もその後に続きます。しばらくすると、何か洞窟のようなものが視界に入りました。イメージ的には防空壕に近いのかもしれません。入り口には扉がありませんでしたが、暗くて中の様子はわかりません。横には、立ち入り禁止という看板が立てられていて、ロープが張られています。しかしそれを無視して父は、中へ足を踏み入れようとしています。その瞬間でした。突然強い風が吹いて、中から何かが飛び出してきました。うわっと驚いた父が声を上げます。飛び出してきたものは全部で3個ありました。ちょうど人間の頭の大きさくらいの球体で、色は真っ黒、表面はつるっとした感じです。それらはすべて同じ方向にきれいに並んで転がっていきます。なんだあれ？父がつぶやきました。追いかけてみる？僕がそう聞くと、父は、いや、何か嫌な予感がするから帰ろう。と言ったので帰ることにしました。ところが帰り道にその黒い塊が3個転がっていたのです。僕たちは息を殺して立ち止まり、僕は思わず父の服をつかみました。
父は何も言わずに黙ったままです。すると3つの黒い塊はゆっくりと動き始めました。それはまるで空中に浮かんでいるように見え、どんどん小さくなっていきます。1分も経たないうちに、もう肉眼ではほとんど見えないほどになっていました。ほっとする間もなく、今度は地面から3本の長い棒のようなものが生えているのに気づきました。目を凝らして見つめると、それはどう見ても人の手の形をしていました。そしてそれが急に伸び始めたのです。伸びたと思ったら、続いて腕が、肩が、頭が、ついには全身が現れてしまいました。そこには裸の女性が3人立っていました。見た感じは若そうでしたが、こちらを見て微笑んでいます。不思議なことに、僕はさっきまで感じていた恐怖をすっかりと忘れていました。むしろ安心しているような、落ち着く気持ちになっていたのです。女性はこちらへとそのまま歩いてきました。目の前に来たタイミングで、父が口を開きます。あなたは誰なんですか？すると女性は笑いながら、私はこの世のものではありません。と言って消えてしまったのです。今となって思えば夢だったのではないかと疑ってしまいます。ですがどうしてもあの時の女性の姿が頭から離れず今日に至ります。関係ないのかもしれませんが、父はその後失踪し行方不明となりました。僕はうる覚えの記憶からあの場所を探そうとしているのですが、どうしても見つけることができません。今でもたどり着けずにいます。何年か前、夜中に体調不良となった私は、吐き気でトイレから出られなくなるという事態に見舞われてしまいました。朝方には体調も戻ったのですが、微熱があったので仕方なく仕事を休んで、病院へと行くことにしました。血液を採取して診察が終わり、あとは結果を待つのみでした。まあ、あとは薬をもらってすぐ帰れるだろうな、と思っていたのですが、これは入院ですね。え？入院ですか？と、私は耳を疑いました。診断結果は胃腸炎でしたが、血液の炎症値が高すぎるとのことで、まさかの入院治療となってしまいました。入院したくない、と交渉はしましたが、聞き入れてはもらえず、人生初の入院をする羽目になりました。急な入院だったためにベッドも空いておらず、少し離れた個室が私の部屋でした。ちょっと離れますけど、何かあったら呼んでもらえばすぐに来ますので、と元気な看護師さんに部屋を案内されて入院生活が始まりました。それにしてもやることがありません。食事は絶食治療のためになし、常に点滴をしているので何をするにも億劫でした。突然の入院でしたから暇を潰す準備もしていません。私はとにかく寝て過ごすことにしました。夜中ふと目が覚めた私は催したのでトイレへ向かいました。用を済まして手を洗っていると、不意に後ろから声をかけられました。調子はどうだい？びっくりして振り返ると、そこには痩せた60代くらいの男性が立っていました。あまり良くないみたいで、食事ができないんですよね。そう答えると、その男性は嬉しそうに笑みを浮かべ、トイレから出て行ってしまいました。一体何なんだろう、とは思いましたが、私も部屋へ戻って再び眠りにつきました。その男性とは、その後も廊下等でちょくちょく出会ったのですが、何かおかしいのです。
相手は私に対して、調子はどうだいと尋ね、私が答えると笑いながら帰るのですが、それだけなんです。こちらとしては世間話でもしようかと試みるのですが、話しかけても無視して帰るので、会話が成り立ちませんでした。会話をする気がないのなら、なぜ話しかけてくるんだろうか。入院3日目で、私の点滴が外れて食事が提供されました。ご飯はでんぷんの海苔のようなドロドロの液体と、薄い具なし味噌汁だけ。それでも味覚を刺激され、食べ物のありがたみをしみじみと実感しました。その夜またトイレに行くと、またあの男性と遭遇しました。やはりまた、調子はどうだいと一方的に質問をしてきました。私はその方の態度への不満と、食事ができるようになった嬉しさも相まって、こう答えました。おかげさまで、やっと点滴が取れました。食事もできるようになって、あとは退院するだけですね。すると男性は、私の返答を聞いた途端に、がっかりした表情をしました。普通なら、礼儀でも他人の回復を喜ぶべきだと思うのですが、不快に思った私が何も言い出せないほど、あからさまに落胆していました。その様子に、私はかける言葉もありません。男性は、とぼとぼと部屋へ戻ってしまいました。それからその男性と会って、調子はどうだいと尋ねられることはありませんでした。食事も次第に普通食へと戻ってきた私は、散歩がてら病院内を歩くように心がけました。広い病院とはいえ、自分のいるフロアに飽きた私は、他の階へと足を運んでみます。うろうろしていると、ストレッチャーに患者が乗せられて移動している場面に遭遇しました。これからお風呂ですよ。さっぱりしましょうね。看護師さんの会話から察するに、これから入浴にでも行くのでしょうか。患者さんの方はというと、寝たきりで全く反応がありません。私は廊下の端へと移動し、邪魔にならないように配慮をします。そしてすれ違う瞬間、患者さんの顔を見て私はぎょっとしました。その患者さんは私に、調子はどうだいと尋ねていたあの男性でした。その足で私はナースステーションへと向かい、良くないと思いながらも気になっていることを尋ねてしまいました。今、寝たまま運ばれた患者さんはどういったご病気なのですか？ごめんなさいね。そういったプライベートなことは答えられないんですよ。そうですよね。私、下の階で入院しているものなんですけど、よくあの人から声をかけてもらっていたので、気になって、すいませんでした。私がそう言った瞬間に変な空気になって、看護師さんたちが顔を見合わせました。そして看護師さんの一人が、見間違いじゃないですか？あの方はずっと寝たきりで、意識もなくて、歩けたとしたら家族の方が泣いて喜びますよ。と言うではありませんか。私は退院してから今のところは大病もなく健康に過ごしています。寝たきりの男性はその後どうなったのでしょうか。気がかりではありますが、赤の他人である私は詮索もできません。私へ声をかけた男性は一体何だったのでしょうか。あの嬉しそうな笑みとがっかりした姿を思い出すと複雑な心境になります。あれは仕事帰りの夜だった。俺は山道を車で走っていた。近道になる林道があって、よくそこを通って帰っていた。街灯はほとんどない。ヘッドライトだけが頼りの道だ。
山道は細く、カーブが多い。対向車もほとんど来ない。その日もいつもと同じ道を走っていた。山の真ん中あたりまで来た頃だった。道の脇に妙なものが見えた。古い電話ボックス。山の中なのにポツンと立っていたんだ。ガラスは少し曇っている。だが中の電話はまだ残っていた。こんな山奥に電話ボックスなんて俺は見た覚えがない。何度も通っている道だ。だがその日ははっきりとそこにあった。俺は少し気になって車を止めてみることにした。エンジンを切る。山は静かだった。虫の声だけが聞こえてくる。俺は電話ボックスの中を覗く。誰もいない。ただ古い電話機があるだけだった。受話器もちゃんとかかっている。だがその時、リンと小さな音が聞こえた。俺は動きを止める。今音がしたんだ。電話の音だった。電話ボックスの中の電話が鳴っていたんだ。山の中の電話、電線も見えない。それなのに電話は鳴り続けていたんだ。俺はしばらく見ていたが、鳴り止む気配はなかった。誰かがずっとかけている。そう思うと妙に気になった。俺はドアを開ける。ガラスのドアがギーッと音を立てた。中に入ると、やっぱり電話は鳴り続けていた。俺はゆっくりと受話器を取る。そして耳に当てた。だが最初は何も聞こえてはこなかった。だが数秒後、小さな声が聞こえた。女の人の声で、そしてこう言った。まだ、そこにいる？受話器の向こうから女の声が聞こえた。まだ、そこにいる？小さな声だった。電波が悪いのか少し途切れている。俺はとっさに答えた。もしもし？だが相手はすぐに続けた。そこから動かないでね。その言い方が妙だった。まるで今いる俺の場所を知っているみたいだった。俺は電話ボックスの中を見回した。誰もいない。山道も真っ暗だ。俺は聞いてみることにした。誰ですか？数秒沈黙が続く。そして女ははっきりとした声で言った。そこから動いたら死ぬよ。その言葉で背中が冷たくなった。ただのいたずら電話かもしれない。そう思った。だがその時、電話の向こうから別の音が聞こえてきた。車の音だった。エンジン音。走っている車の音。それもかなり速い。山道を飛ばしているような音だった。そして女の声がまた聞こえた。今から来る。すぐ来る。その瞬間、遠くのカーブの向こうからヘッドライトが見えた。一台の車だった。かなりのスピードで山道を走ってくる。俺は思わず電話ボックスの外に出た。その車は明らかに速すぎた。このカーブの多い山道であんな速度は危ない。そして次の瞬間、タイヤの音が響いた。車はカーブを曲がりきれなかった。そしてそのままガードレールにぶつかった。ドンという音が山に響く。俺は驚いて事故の場所へと走った。車は止まっていた。フロントは潰れている。運転席のドアが少し開いていた。中を見ると、運転をしていたのは若い女だった。だが女は動かない。目も閉じたままだった。その時だった。ポケットのスマホが突然震えた。画面を見る。
知らない番号から着信が来ていた。俺はゆっくり通話を押した。そして耳に当てると、さっき電話ボックスで聞いたあの女の声が聞こえてきた。だから言ったのに、動くなって。電話を耳に当てたまま、俺は事故車を見ていた。車は大きく潰れている。ヘッドライトも割れて、煙が少し上がっていた。運転席の女は全く動かない。さっきと同じ声がスマホの向こうから聞こえてくる。だから言ったのに、動くなって。俺は思わず言った。今、事故が起きたんだ。すると女は小さく笑った。そしてこう言った。知ってる。その言い方がおかしかった。まるでその場を見ているみたいだった。俺は事故車の方を見る。運転席の女はまだ動かない。ドアは少し開いている。その時だった。スマホの向こうの女がゆっくりと言った。今、どこにいる？俺は答えた。山の電話ボックスの前だ。するとしばらく沈黙があった。そして女の声が震え始めた。おかしい。そこに電話ボックスなんてないよ。俺は思わず後ろを見る。さっきまで確かにあった古い電話ボックス。だがそこには何もなかったんだ。ただの参道だった。ガラスの箱も電話機も後すらない。俺は言葉が出なかった。そしてスマホの向こうで女が小さく言った。私、そこで事故したの。それは5年前の話らしい。山道で事故を起こした女がいた。夜のカーブで車が滑ってぶつかった。その事故の場所が今俺が立っている場所だった。そして女は最後にこう言った。事故の前に電話が鳴ったの。山の中の電話ボックス。受話器を取ると女の声が言った。そこから動くな。だが女はその電話を無視して車を走らせた。そして事故を起こした。そしてスマホの向こうで女が小さく言う。だから今、あなたに電話をしたの。その瞬間俺は気づいた。事故車の運転席、さっきまでいた女がいなくなっていたんだ。そして背後で電話の音が鳴った。振り返る。山道の脇にさっきの古い電話ボックスがまた立っていた。中の電話が鳴り続けている。そしてガラス越しの中に長い髪の女が立っていた。受話器を持ったままじっと俺を見ていた。あの卒業旅行で一人の同級生が消えた。そしてそいつを最後に見たのは旅館ではなく帰り道の山道だった。高校の卒業式から1週間後、仲のいい5人で温泉旅館へ行くことになった。山の奥にある小さな宿で、観光地というより昔からある静かな旅館だった。夕方に到着して温泉に入り、夕飯を食べ、部屋に戻った。布団の上に座ってコンビニで買ってきたジュースやお菓子を広げる。卒業したばかりだから話題はこれからのことばかりだった。大学へ行くやつ、地元で働くやつ、県外に出るやつ。もうみんなバラバラになる。だからこの旅行が最後だった。その時だった。隣の部屋から音がした。ガサッと畳をこするような音だった。
隣、うるさくね？ソータがそう言った。耳を澄ますと確かに音が聞こえてくる。ガサッ、ガサッ。まるで誰かが部屋の中を歩き回っているような音だった。この旅館は古い。音はかなり響く。だから最初は気にしなかった。夜11時頃だった。そろそろ寝るかという時、突然壁が叩かれた。一度だけだったが、かなり大きい音だった。全員が黙る。これ、苦情じゃね？誰かがそう言う。確かに俺たちはかなり騒いでいた。亮が立ち上がり、謝ってくるわ。そう言って廊下に出た。俺たちはそのまま部屋の中から見ていた。亮は隣の部屋の襖を軽く叩く。すいません。だが返事はなかった。亮は襖を少しだけ開けて中を覗いた。そして小さく言った。あれ？どうした？亮は振り向いた。誰もいないぞ。その瞬間だった。ガサッ。亮のすぐ後ろ、部屋の奥から音がした。亮はゆっくりと振り向く。次の瞬間、亮が叫んだ。うわっ！襖が勢いよく閉まったんだ。俺たちは慌てて廊下へ出る。だが隣の部屋は静かだった。襖を開けると中は真っ暗だった。畳の古い空の部屋だった。誰もいない。その夜、亮はこう言った。部屋の奥にさ、誰かが座っていたんだ。でもそんな話は誰も信じていなかった。本当におかしくなったのは、翌朝旅館を出てからだった。亮が言った。誰か座ってた。という話は、その夜のうちに笑い話になった。暗くて見間違えたんだろ。誰かがそう言って終わらせた。古い旅館だし、空き部屋くらいあるだろう。それ以上は誰も気にしなかった。そして次の朝、俺たちは旅館を出た。山の中の宿だから、帰り道は細い山道になる。俺が運転して、助手席にそうた。後ろに亮ともう一人が座っていた。しばらくは普通の帰り道だった。みんな少し眠そうで、車の中も静かだった。その時後ろから亮が言った。なあ、昨日の部屋さ、隣のやつ。俺は適当に答える。空き部屋だったんだろ？すると亮が首を振った。いやー、違うんだ。人がいたんだ。車の中の空気が少し重くなった。まだ言ってんのかよ。ソータが笑う。だが亮は真面目な顔だった。部屋の奥に正座していて、こっちを見ていたんだ。誰も何も言わなかった。山道はカーブが多い。車はゆっくりと下がっていく。その時だった。亮が急に身を乗り出した。なあ、ちょっと止めてくれ。俺は驚いた。どうした？亮は窓の外を指さしていた。いた、昨日のやつ。俺は思わずブレーキを踏んだ。車はゆっくりと止まる。全員で外を見る。だが山の斜面と岸しかなかった。どこにいるんだよ。ソータが言った。亮は車のドアを開け、いや、そこにいるだろう。と斜面の方を指している。
見えないのか？亮の顔は真剣だった。俺たちも外へ出る。山の空気は冷たくて風もない。木が静かに揺れているだけだった。いやー、誰もいないだろう。そう言った時だった。亮が一歩斜面に近づいた。おい、亮、行くなよ。俺が呼んだ。だが亮は止まらなかった。昨日の部屋の奥にいたやつ、今そこに立ってるんだ。そして亮はもう一歩前に出た。その瞬間だった。足元の土が崩れた。亮の体が斜面の下へ落ちる。俺たちは慌てて駆け寄った。だがそこには誰もいなかった。亮の姿が消えていたんだ。亮が落ちた場所を俺たちは何度も見た。だがそこには誰もいなかった。山道の脇は急な斜面になっている。落ちれば木とか岩にぶつかるはずだし、転がる音もするはずだ。それなのに亮はどこにも見えなかった。俺たちは慌てて斜面を下り、名前を呼びながら探した。亮、おい、亮、どこにいるんだ？だが返事はない。足跡も服も何も見つからなかった。まるで最初からそこに落ちていないみたいだった。しばらくして警察を呼び、山の周りを探すことになった。だが数時間探しても亮は見つからなかった。斜面の下にもいない。木の間にもいない。警察も不思議がっていた。普通ならどこかで見つかるはずだからだ。結局その日は何も見つからず、俺たちは事情を聞かれて帰ることになった。帰りの車の中は行きとは全く違う空気だった。誰も喋らないし、ラジオもつけない。ただエンジンの音だけが続いている。しばらく走ったとき、助手席のソータが小さく言った。なあ。俺は前を見たまま答えた。何？さっきの話なんだけど、昨日の部屋。旅館の人言ってたよな。この階3部屋しかないって。俺はその時やっと思い出した。あの旅館の廊下は短かった。俺たちの部屋、向かいの部屋、そして奥の部屋。それで終わりだった。つまり最初から隣の部屋なんて存在していない。なのに俺たちは見ている。亮が襖を開けて中を覗いたところを。そして亮は言っていた。部屋の奥に誰かが座っていたと。その時俺はふとバックミラーを見る。後部座席にはもう誰もいない。だが次の瞬間、俺の体が固まった。バックミラーの奥、車の後ろの道の真ん中に小さな人影が立っていた。子供くらいの背の高さ、じっとこちらを見ている。そしてその足元にもう一人いた。地面に座っている人影。その姿は亮にそっくりだった。最初にその掲示板を知ったのは同僚の佐伯が突然会社を休み始めた頃だった。原因は家庭の事情とだけ伝えられ、誰も詳しいことは聞けなかった。だが佐伯と仲の良かった俺だけは少し前に彼が漏らした悩みを知っていた。嫁の浮気を疑っている。証拠がないから何もできない。心がだんだん削れていく。深夜 LINE でそんな言葉を送ってきてはすぐに取り消すような状態だった。
ある日彼が変な掲示板を見つけたと言い、リンクを送ってきた。名前はジュネガイ掲示板。薄暗い画面に誰かの手書きのような文字で、願いを記すと相応の形で帰りますとだけ書かれていた。怪しさしかない。だが佐伯は本気にしていた。この掲示板に願いを書いたら、嫁が急におとなしくなった。と興奮気味に話していた。それを聞いてゾッとしたというより、ただ胸騒ぎがしたんだ。それから数日後、佐伯の休みが続き、心配になって夜勤帰りに彼のアパートを訪ねた。インターホンを押しても反応がない。暗い廊下の奥、佐伯の部屋の前だけ、なぜか空気がひどく冷たかった。ドアの隙間から細い光が漏れ、廊下の床下に薄く伸びていた。鍵はかかっていない。そっと押し開けると、部屋の中は静まり返っていた。佐伯の姿はない。ただ机の上にノートパソコンが開かれ、モニターの光だけが淡く光を照らしていた。画面には例のジュネガイ掲示板。最新の書き込み欄には震えたような文字でこう入力されていた。全部終わらせたい。それを見た瞬間、背中がヒヤリとした。嫌な空気が部屋に溜まっている。画面をスクロールすると、過去ログのいくつかが赤黒く塗りつぶされており、文字がほとんど読めなかった。ただ、一番上の書き込みだけははっきりと残っていた。願いの代償は書き手の家に現れます。スクロールを止めた瞬間、アパートの奥の部屋からかすかな物音がした。布を引きずるような乾いた何かが床をする音。呼吸が止まる。佐伯がいるのかと思って声をかけようとしたが、喉がうまく動かなかった。再びモニターに目を向けると、掲示板に新しい行が勝手に入力され始めた。誰も触っていないのに、文字が一行ずつ浮かぶように打たれていく。願いは叶いました。代償を受け取ってください。その直後、奥の暗闇からゆっくりと足音ではない何かがこちらに近づいてきていた。奥の部屋は照明が落ちていた。入り口の境目で空気がひっそりと揺れ、冷気だけがじわりとにじみ出してくる。足音ではない。板の間を何か柔らかいものが這うように擦れる音が少しずつ距離を詰めてくる。佐伯を呼ぶべきか迷ったが、喉から出てきた声は自分でも驚くほど弱々しかった。佐伯？返事はない。ただ暗闇の奥で動きだけが止まった。その瞬間パソコンの画面が急に強く明滅した。掲示板の背景が黒く塗りつぶされ、赤い文字が勝手にスクロールし始める。叶えた願い、裏切りの収束。書き手、佐伯。代償、家族より1名。意味がわからなかった。いや、理解したくなかった。背中に汗がにじむ。部屋の奥の闇で止まっていたそれが、再びこちらへ向かって動き始めた。する音が床板をくぐもった低さで撫でる。明らかに人の歩く音ではない。布か、紙か、何か長いものが引きずられている気配。恐怖より先に佐伯を探さなければという焦りが胸をついた。奥の部屋へ足を踏み出すと異様な匂いが鼻を刺した。湿った土のような古い布団の奥に溜まった埃のような匂いが静かに漂っている。薄暗い寝室には誰もいなかった。ただ窓際の床に細い線のような跡が走っていた。まるで
何かが重さをかけて這いずった後のように一直線にリビングの方へと伸びている。そこから目をそらした瞬間、背後でパキッと木が割れる音がした。驚いて振り向くと、寝室の壁にかかっている鏡が揺れていた。鏡面には誰も映っていない。だが鏡の端にだけに黒い指のような影がひっそりと触れていた。ぞっとして後ずさる。鏡から手を離すように、その影はスーッと消えた。だが直後、リビングからパソコンのキーボードが叩かれる音が響いた。誰も触れていないはずの入力欄に、新たな文章が強制的に打ち込まれていく。家族は受け取られました。書き手の次の代償は、尋ねた者が負います。背筋が冷たくなった。尋ねた者、それは俺のことだ。逃げようと玄関へ向かおうとした瞬間、廊下の電気が一斉に消えた。真っ暗な中、乾いた擦れる音だけがゆっくりとこちらへまっすぐ向かってくる。廊下に落ちた暗闇の中で擦れる音だけが規則的に近づいてくる。生き物ではない、人の足でもない、重さと湿り気を含んだ何かが床を引きずりながら前へ進む気配。玄関にたどり着くまでの距離はほんの数メートル。だが暗闇の圧を割って進むにはあまりにも遠く感じた。手探りで壁をなぞり、鍵を開けようとしたその瞬間、背後で音が止まった。ぴたりと空気が固まる。耳の奥で心臓の鼓動だけが揺れ、後ろを見てはいけないと直感が叫んだ。だが見なくても分かってしまう。それは廊下の中央でこちらをじっと見ている。鍵を回そうとした。だが指が震えて金属がカチリと鳴るだけでかからない。もう一度息を整えて回した瞬間、背後の暗闇がわずかに揺れた。擦れる音がまた一つ近づいた。その直後、リビングの方からパソコンの通知音が響いた。暗闇の向こう、画面の光だけが赤く揺れているのが見える。表示されたのは掲示板からの新しい書き込みだ。訪問者の願いを受理しました。願い？そんなもの書いた覚えはない。しかし次の行を見た瞬間、息が止まった。佐伯を見つけたいという心の声を代行します。違う、そんなつもりじゃない。ただ安否を知りたかっただけだ。代行なんて望んでいない。だが掲示板は淡々と結果を告げていく。叶えました。佐伯はここにいます。そしてリビングからゆっくりと誰かの影が現れた。照明が落ちているせいで輪郭だけが浮かび上がり、その背は不自然に折れ曲がっている。髪が床をすり、長い布のように引きずられていた。かろうじて佐伯という形をとっているだけで、もはや別物だった。顔は見えない。ただこちらへ向かって伸びる腕だけがやけに細く長い。肩の高さより低いところで折れたまま揺れている。振り向くな、逃げろ。そう思うのに膝が震えて動かない。鍵だけは回した。ドアが半分開いた瞬間、背後のそれが小さく鳴いた。呼吸のような、濡れた声のような湿った音だった。そして玄関の足元に知らない書き込みが表示されたスマホが落ちているのに気づいた。次の代償は見つけたもの。その文字を見たとき、すでに背中の後ろで布をする音が止まっていた。ドアを開け放ったまま外へ飛び出したが、廊下の奥からゆっくりとこちらへ伸びる影だけがついてきていた。振り返ると終わると知っていた。だから今もあの日からずっと振り返ってはいない。ただ俺のアパートの廊下にもあの細い布の跡が
ある朝からまっすぐ続いている。見つけたものはまだ回収されていないらしい。夏の終わり、俺は出費を抑えるため、人気もないダム湖の展望デッキへと向かった。人影はない。風は弱く、木々の擦れる音だけが遠くで揺れていた。それでも最初の一歩から胸の奥にざらつくような違和感があった。観光地のはずなのに、気配という気配が全くなかった。湖面も空気に合わせて沈黙しているようだった。手すりに触れた瞬間、金属とは違う湿った冷たさが指先から腕に上がってきた。思わず手を離すと、指先に水滴がついていた。雨は降っていない。周囲に濡れている場所もない。なのにそこだけ温度が違ったんだ。湖面がわずかに揺れた。風ではない。魚でもない。水が内側から持ち上がるように膨らみ、黒い模様のような目がこちらを向いて静止した。ほんの数秒、その模様は輪郭だけを残して溶けるように消えた。俺は気になって身を乗り出した。対岸の山の影とは違う。白い人影のような形が水の濁りの中から立ち上がっていたんだ。実体はないのに、視線だけがこちらに張り付いてくるようだった。足を引いたその時、デッキの下でコツッコツッと木材を叩く音がした。風ではない。枝が当たる音でもない。叩く感覚があまりに一定だった。まるで真下で誰かがゆっくりと近づいてくるみたいに。手すりの下を覗き込む勇気はどうしても出なかった。胸だけが急に重くなり、ここに長くいてはいけないと理由もなく思った。背を向けて歩き出したのに、湖の湿った匂いがまるで背中に張り付いてくるようだった。逃げたはずなのに、足音の一つ一つが水面に吸い込まれるように軽くなっていく。不安だけが静かに膨らんでいった。展望デッキを離れ、湖沿いの遊歩道へ足を移した。人のいない湖畔は、昼なのに光が沈んで見えるほど静かだった。歩いているだけなのに、背中のどこかを見られているという感覚が抜けない。振り返ろうとするたびに胸の奥が鈍く震えた。足を進めると、湖の端には古い階段があった。立ち入り禁止のロープは何年も前からそのままのように色あせていた。階段の下、水際のあたりに土だけが不自然にえぐれたような場所が見えた。まるでそこに何かが置かれていた形だけが残っているようだった。その輪郭を視界に入れた瞬間、肌がひりつくような気配が背後に立った。ゆっくりと振り返る。湖面、その中央にさっきとは違う白い影が立っていたんだ。輪郭は揺らぎ、頭だけが沈んでいるように見えた。肩から下は薄い霧みたいに水へ溶けているのに、首だけが水面から突き出している形だった。
それがこちらへ向く。湖の中央にいるはずなのに、距離が急に縮んだ錯覚に襲われたんだ。瞬きをした瞬間、影の顔が手すりと同じ高さまで引き上がったように見えた。人間の動きではない。俺はとっさに視線をそらして走り出した。砂利を踏む音がやけに軽く、踏むたびに自分の影が揺れてついてこない。背後の湖から水が吸い上がるような音がわずかに追ってくる。走りながらあの土のえぐれた形が脳裏に焼き付いて離れなかった。あれは何かが横たわっていた跡だ。人の形に近い、沈んでいたものが引き上げられたような跡。息が切れて立ち止まったとき、胸ポケットが急に重くなった。何かが入っている。外した覚えのない重さだ。震える手で触ると布の裏地が湿っていた。指先に泥と水の感触がつく。ゆっくりと中を開いた。紙片のようなものが湿ったまま折りたたまれていた。湖の水に浸ったように端が破れている。広げると文字は滲んで読めない。ただ中央にだけ指の腹ほどの黒い跡が押し付けられていた。それは指紋にも見える。押された方向は俺の胸へ向かう形だった。そこへ吹いた風が妙に暖かかった。夏の風ではない。人の体温に近い温度で背中へ張り付くようにまとわりついた。振り返ると湖面の白い形はもう水の上にいなかった。どこに行ったのか見えない。なのに気配だけが呼吸のすぐ近くに寄ってきていた。胸の奥に冷えた指を差し込まれたような感覚が広がっていった。振り返っても湖面には何もいない。けれど何かが後ろに立っているという気配だけは消えずにそこへ張り付いていた。遊歩道を離れようと足を進める。影はない。足音もついてこない。それなのに背中だけがずっと重くて、肩甲骨のあたりに呼吸が一つ分触れているような感触が続いた。ダムの入り口に近づいたとき、不意に左側の柵が湿った音を立てた。見たくないのに目が吸い寄せられた。柵の外側、湖へ降りていく細い斜面の途中に人影が立っていた。白い水をたっぷり吸った布がそのまま体の線に張り付いているように見えた。顔は影になっている。なのに視線だけはこちらへ向いているのが分かった。一歩動くごとにそいつも一歩分だけ近づいてくる。地面がきしんだ。湖面とは違う土が沈む音だった。俺は逃げるように出口へと走る。足音は俺だけのはずなのに、背後の足音だけが地面を濡らしながら押し寄せてくる。出口の階段を上がりきった瞬間、空気が急に軽くなった。振り返ると湖畔は静かで人影もいなかった。ただ胸ポケットだけがまだ重かった。帰宅をして上着を脱いだ。ポケットを裏返すと、あの湿った紙片とは別に何かがポトリと落ちた。黒ずんだ布切れ。いや、違う。よく見ると
財布の一部だった。角の縫い目がちぎれ、湖の泥で汚れている。拾った覚えもないし、触れた覚えもない。その時、スマホのニュースが震えた。ダム湖の底から身元不明の男性遺体が引き上げられたという。男性の服のポケットには破れた財布が残されていて、中の紙片だけが消えていたと。画面を見た瞬間、胸の奥がゆっくり凍りついていく感覚がした。紙片、黒い跡、水に沈んでいた形。あれは俺に近づくために浮き上がってきたものだったのか。部屋の窓ガラスにゆっくりと白い曇りが広がった。呼吸みたいに一つ、二つと濃くなっていき、やがて指先の形がガラス越しに滑った。外には誰もいない。なのに濡れた指の跡だけが残っていた。水面の下にいるものは湖に沈んだままではなく、俺の生活のすぐそばまで来ていたんだ。それ以来、夜の静けさの中で窓のどこかをコツコツと叩く音が混じるようになった。